皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は視聴者さんからリクエストをいただいた三重交通グループホールディングスを点検していきます。三重交通と聞くと地元を走る路線バスのイメージが強いかもしれませんが、実はその裏側でとても手堅い別の事業が会社を支えているんです。しかも間もなく5月には本決算の発表を控えています。今のうちに拾うべきか、それとも決算を待つべきか、知られざる有料インフラ企業の素顔を今日も安全第一で紐解いていきましょう。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、のんびり点検シートです。この銘柄の基本スペックをサクッと確認します。はい、通り回り予想で 3.29%、 目標の 3.0% を超えており、インフラ系としては合格です。 ROE、 稼ぐ力を示すエンジンの強さ 9.9%、 目標の 10.0% に肉薄する優秀な水準なのでおまけで合格とします。自己資本比率、倒産しにくさを示す体感の強さ、直近で 35.6%、 基準の 50% 未満のためここは不合格。配当成功、利益の何%を配当に回しているか 28.7%、 無理のない 50% 以下なので合格です。自己資本比率が少し低めですが、これにはこの企業が抱える別の顔が関係しています。全体としては手堅いスペックと言えますね。続いて事業内容の点検。三重交通ってバスが稼ぎ頭なんでしょと思われがちですが、最新のセグメントの売上構成比を見てみましょう。一番売上が大きいのはトラック販売やハンズの運営を行う流通事業で 31.8%、 次いで不動産事業が 28.6%、 皆さんがよく知るバスやタクシーの運輸事業が 24.1%、 ホテルなどのレジャーサービス事業が 15.5% という構成です。売上高こそ流通がトップですが、実は利益の面で見ると不動産事業がグループ全体の利益の半分以上を稼ぎ出す本当の大黒柱なんです。交通インフラで培った地域の絶対的な信用を武器に、家賃や太陽光発電の売電収入でチャリンチャリンと稼ぐストック型のビジネスに大きく舵を切り、凄腕の不動産リベロッパーとして手堅く稼ぐ。これがこの会社の本当の姿です。次に業績の軌跡点検、過去5年間の推移です。この5年間の推移はまさに見事な V 字回復ストーリーです。コロナ禍で交通や観光が大きなダメージを受けた2022年3月期は売上が843億円、営業利益は29億円まで落ち込みました。しかしそこからの回復力は本物です。バス運賃の改定や新しい賃貸オフィスビルの稼働、さらには万博やインバウンド需要という追い風を全て味方につけ、今期2026年3月期の予想は売上高1100億円、営業利益97億円と過去最高益を更新する見込みにまで成長しています。現場の地道な改善と不動産への先行投資がしっかりと実を結んでいますね。続いて財務の深掘り点検です。最新の第3四半期末時点の貸借対照表を見ると、総資産1940億円に対して手元の財布である現金は54億円、一方で銀行からの借金である有利子負債は896億円とかなり多めで、自己資本比率も 35.6% となっています。あれ、借金が多くて危ないんじゃないかと思うかもしれませんが、ご安心ください。不動産開発やバス車両の購入、ホテルの建設には現場で巨大なクレーン車や重機を導入するのと同じように、最初にドカンと大きな投資が必要です。安定した家賃収入や運賃収入で計画的にコツコツ返済していくモデルなので、過度な心配はいりません。次は還元姿勢の点検、配当と配当成功についてです。配当金は過去5年間で8円、10円、12円、14円、そして今期は18円と力強い増配を続けています。会社側も
連結配当成功 30% を目指すと明言しており、利益の成長に合わせて株主への還元をしっかり強化する姿勢が打ち出されています。現在の配当成功予想は 28.7% なので、この方針通りにいけば今後も手堅い配当が期待できますね。続いて直近決算と将来目標です。直近の第3四半期決算でもその好調さが証明されています。万博特需、さらにビジネスホテルの客室単価上昇、四日市市の新しい賃貸オフィスビルの開業が業績を押し上げ、通期の業績予想を上方修正しました。中期経営計画でも資産回転型の売却型賃貸マンション開発などを掲げており、長期的な視点で会社の基礎体力を強化する方針がしっかりと見て取れます。次にチャート需給点検です。現在の株価は547円付近、今年の2月につけた高値611円からは少し調整して押し目を作っている状態です。業績が絶好調なのに PER は 8.7 倍、PBR は 0.8 倍と明らかに割安放置されています。信用倍率も 2.79 倍と将来の売り圧力となる重いしこりもありません。最後に結論。三重交通グループホールディングスはバス会社という顔を持ちながら、実は手堅い不動産や流通で稼ぐ地域密着型の優良複合企業です。割安で増配も続いており、中長期で保有するには非常に魅力的な銘柄です。ただ、間もなく5月13日には本決算の発表が予定されています。現在の業績は万博特需に支えられている部分が大きく、決算発表と同時に出される来期2027年3月の会社予想が特需の反動による減益など保守的に出されるリスクがあります。ガイダンスリスクですね。したがって投資戦略としては、決算をまたがずに決算発表後の株価の反応、押し目を待ってから安全に拾うという待ちの戦略を推奨します。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら、忘れずにいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆様、本日もご安全に。